今回はですね、茨城県にある笠間市について、その奥深い魅力を紐解いていきたいと思います。一見すると静かな城下町なんですけど、実はその下にはですね、地質、歴史、アート、そして食文化までがまるで見えない糸で結ばれているかのような、驚くほど豊かなつながりが隠されているんですよ。さあ、その多層的な魅力を一緒に見ていきましょ城壁とデザート、一体何の関係がって思いますよね。そう思うのも無理はありません。でもですね、この一見すると突拍子もない問いこそが、今回の主役笠間の物語の核心に迫るまさに鍵なんです。考えてみてください。ゴツゴツした堅固な石垣と甘くて美味しい栗のスイーツ、全然違うものに見えますよね。でも、もしこの2つが実は同じ一つのルーツから生まれているとしたらどうでしょう。さあ、この面白い謎を一緒に解き明かしていきましょうか。笠間という町を理解する上ですごく大事なキーワードがあります。それがこの多層的っていう言葉なんですね。この町は例えば陶芸の里とか信仰の町みたいに一つの言葉だけじゃとても語り尽くせないんです。まるで地層みたいに、まず地理的な特徴という土台があって、その上に歴史が築かれて、そこで芸術が花開いて、さらに豊かな食文化が育まれてきた。しかもそれぞれがバラバラなんじゃなくて、深く有機的に絡み合っている。そこが笠間の面白いところなんです。では、その物語の一番深い層、すべての始まりになった土台から見ていきましょう。笠間のアイデンティティを文字通り、そして比喩的にも支えているもの。それがこの土地の地質、つまり花崗岩なんです。さて、この花崗岩ですが、実はものすごい2つの顔を持ってるんですね。この地域でたくさん取れる質の良い花崗岩、有名な稲田石なんかがそうですが、これがまず1つ目、お城を作るための最高の材料になったわけです。そして2つ目、ここが面白いんですが、その硬い岩がですね、ずーっと長い時間をかけて風化して土になる。そうすると水はけがすごくいい砂質の土壌が生まれるんです。これが例えば栗みたいに根っこが深くまで伸びてジメジメした土が苦手な作物にとってはもうこれ以上ないっていうくらいの最高の環境だったわけですね。その最初の具体的な成果がこれです。佐代山に築かれた笠間城ですね。関東地方のお城って多くが土を盛り上げた土塁がメインなんですけど、笠間城は違いました。地元で採れる破壊岩をふんだんに使って本格的な石垣を作り上げたんです。この頑丈な作りが笠間藩が政治的にも軍事的にも中心地として確立する上で大きな役割を果たしたわけです。さて、ここから話がぐっと面白くなりますよ。あの硬い岩がどうやって繊細なアートにつながっていくのか。実は城壁を築いたのと同じ花崗岩が長い年月をかけて風化していくと、鉄分を多く含んだ粘り気のある良質な粘土に変わるんです。そう、この土こそが日本を代表する陶芸の一つ、笠間焼の源になったんですね。これすごく面白い言葉だと思いませんか？特徴がないのが特徴。これが笠間焼の精神を一番うまく表している、ちょっと逆説的な言葉なんです。普通伝統工芸っていうと、こればか焼くといえばこの色でこの形みたいな決まったスタイルがありますよね。でも笠間焼はそれを良しとしない。一体どういうことなんでしょうか？つまりですね、ポイントは決まったスタイルからの自由こそが笠間焼の本質だっていうことなんです。もともと江戸時代の終わり頃、笠間焼は藩の御用窯として普段使いの雑器を作っていたんですね。でも藩の保護がなくなって新しい道を探さなければいけなくなった。その時に一つのスタイルを押し付けるんじゃなくて、例えば新楽とか他の産地から来た陶工の技術とか個性をどんどん受け入れていったんです。この歴史が作り手の数だけ作品があるっていう個人作家の集まりみたいな、すごくユニークな産地を作り上げたわけですね。この懐の深さが今も新しい才能を引きつけている理由なんです。そして笠間のこのクリエイティブな土壌が育てたのは何も陶芸家だけじゃありません。見てください。合気道を創始した上柴実弘、それから日本で初めて女性の遺恨画家になった山下麟、さらには幕末に咸臨丸でアメリカに渡った科学者小野遊五郎。本当にいろんな分野のすごい才能がこの土地から生まれたり、あるいはこの土地に引きつけられてきたんです。これって笠間が持っている自由な雰囲気が分野を超えて人々の創造性を刺激してきた、
何よりの証拠じゃないでしょうか。この笠間の芸術的な雰囲気を空間として丸ごと体験できる場所があります。それがあの芸術家北大城残人が住んでいた津上垣の古民家を移築した春風万里荘です。陶芸はもちろん書道や料理まであらゆるものを手掛けたロ残人。彼の生活即芸術、つまり生活そのものがアートなんだっていう哲学がこの建物とか彼自身が設計したお庭とか展示されている作品の全てからもひしひしと伝わってくるんですよ。笠間が持つ美意識の深さを肌で感じられる場所ですね。さて、アートの話からもう一度大地に目を戻してみましょう。お城の壁になり、陶器の土になった花崗岩。そのもう一つの恵み、つまり肥沃な土壌が笠間ならではの農業、そして食文化を生み出していくことになります。このナンバーワンという数字、何だと思いますか？これ実は栗の生産量なんです。茨城県は日本一の栗の産地で、その中心地こそがこの笠間なんですよ。でもすごいのは量だけじゃないんです。笠間の栗にはその価値を何倍にも高めるある科学的な秘密が隠されています。その秘密っていうのがこの低温熟成という科学なんです。まず収穫したての栗をわざと摂氏0度、つまり凍るか凍らないかのギリギリの寒い環境に20日から30日間置くんですね。そうすると栗はやばい、凍っちゃうって生命の危機を感じて自分を守ろうとするんです。具体的にはでんぷんを糖に変えるアミラーゼっていう酵素の働きがすごく活発になって細胞の中に糖を蓄える。これが不凍液の代わりになるわけですね。この植物が生きるための戦略をうまく利用することで糖度を収穫したての数倍にまで劇的にアップさせるんです。自然の力と科学の知恵が合わさったまさに笠間ならではの技術ですよね。さあ、食文化の話に行きましょう。笠間の名物といえばいなり寿司が有名です。でもこれもただのいなり寿司じゃないんです。そのルーツは日本三大稲荷の一つに数えられる笠間稲荷神社にあります。この神社、昔は境内にくるみの木がたくさん生い茂っていたらしくて、その名もくるみ下稲荷って呼ばれていたそうなんですね。このくるみというキーワードが笠間の食文化に決定的なオリジナリティを与えることになるんです。そしてその違いがこれです。一目瞭然ですよね。普通のいなり寿司に対して笠間のいなり寿司は神社の昔の名前にちなんで酢飯の中に刻んだくるみを混ぜ込むのが伝統なんです。甘じょっぱいお揚げさんと酢飯にくるみの香ばしさとカリッとした食感が加わる。いやー、これは美味しいですよ。単なる郷土料理っていうだけじゃなくて信仰の物語まで味わえるまさにオンリーワンのグルメなんです。さあ、ここまで地質、歴史、芸術、そして食と全然違う角度から笠間を見てきましたけど、どうでしょう。全部つながっているっていうのがなんとなく分かっていただけたんじゃないでしょうか。最後にその壮大な物語を一枚の絵としてまとめてみたいと思います。このスライドが今回の話の結論です。すべての始まりは大地の下にある花崗岩でした。その岩盤がお城を築くっていう歴史の舞台になり、それが風化してできた土が型にはまらない自由なアートを生み出して、そしてその大地そのものが科学と結びついた極上の栗、信仰に根ざした食文化を育てた。笠間の本当の魅力はこの花崗岩という一本の揺るげない糸によって全ての要素が必然的に結びついている、そこにあるんだと思うんです。笠間の物語が教えてくれるのはこういうことじゃないでしょうか。一つの土地には僕らが普段気づかないだけで実は深くて豊かなつながりが眠っているかもしれないって。城壁からデザートまでを結びつけた笠間のように、皆さんの周りにあるいつも見ている当たり前の風景にもきっとあっと驚くような物語が隠されているはずです。